そんなバカな。父とサラがこの深海農業研究施設から逃げ出しただって。バカも休み行ったらどうなんだ。つまるところ研究がうまくいかなくなったからじゃないのかね。発酵酵素とやらのだいぶ行き詰まっていたというじゃないか。無礼なことを言うな。父はそれくらいのことでここから逃げ出すようなやわな研究者じゃない。それならなぜ戻ってこないのかね。深海艇で熱水鉱床を見に行ったきり博士と助手は消えてしまった。大体あんた何者なんだ。僕がニューヨークから戻ってきた途端ずかずかと人の家に上がり込み勝手なことを抜かしたりして。これは失礼した。私は今度この深海農業研究施設の保安課に配属されたボア大尉だ。博士と助手が当研究施設から逃亡したらしいというので調査に来たのだ。それならはっきりお答えしよう。父も助手も研究を放り出して逃げ出すような人物ではないと。証拠は？証拠？何をバカなことを言ってるんだ。息子の僕が言うんだから間違いない。それじゃあ証拠にならんな。事故ってこともあるでしょう。とっくに調査済みだ。しかしどこにも博士の深海艇が遭難した気配もなければ撃沈された形跡もない。したがって責任の重さから姿を消したということが十分に考えられる。プレッシャーからだと言うんですか。博士が研究していたのは人類救済の期待を担った新しい農法と聞いている。それが成功しそうにないと分かった時どうなるか。確かに足踏みはしていた。しかし研究全体で見ればあと一歩というところまで行っていると言ってた。君は甘いな。息子に心配をかけまいとする親心だとしたらどうするね。僕に嘘をつくような親じゃない。これ以上はいくら話しても水かけ論だ。博士の研究室は閉鎖するからそのつもりでいてくれ。なぜだ。父の研究は地球人類を救う研究だぞ。君は早いところ大学に帰りたまえ。親善試合の支度にでも入るんだな。大きなお世話だ。邪魔したな。くそ、一体どうなってしまったんだ。何が起きたんだ。母さん、父さんとサラのことを守ってください。少しぐらい研究がうまくいかないからって逃げ出すような二人じゃないんだ。そうだ。はい、こちら深海農業研究施設の大江所長室です。所長はただいま環大西洋環境会議でリスボンに出張中です。ご用の方は秘書のクララ・マーリンが承ります。モーリス・リバです。行方不明になった父と助手のことでお話ししたいと思ったのですが。現在保安課が調査中と聞いていますが。所長の耳には入っているんですか。私が出張先へ報告しました。何か言われましたか。所長の右腕の方でしたので非常に残念がっておりました。では所長も父が研究に行き詰まり基地から逃げ出したと思われているんですか。わかりません。ただ責任ある立場だからとは申しておりました。そうですか。責任ある立場と。父の研究がどのレベルまで進んでいたか所長にお聞きしたいと思ったんです。本当に行き詰まっていたのかどうか。所長は報告を受ける立場でしたのでどの程度内容を把握していたかともかく連絡だけ入れておきます。コントロールセンター。はい、ボア隊。リバの息子がいずれそこへ行くだろう。適当にあしらってやれ。わかりました。サンフランシスコ議会軍基地総司令部へつないでくれ。はい。ガーの総督を頼む。盗聴されないようにプロテクトをかけてくれ。わかりました。ガーの総督、報告が遅れました。ボア隊、待っていたぞ。それで作戦の結果は？お喜びください。作戦は成功しました。何？よくやったボア隊。さすが腕利きの情報部の将校だ。リバは2600メートルの深い海底で粉砕されて眠っています。そうか、2600メートルの海底か。深海魚を相手に海の底でも耕しているのかな。深海農法の研究者らしく。これで
最大の敵を葬ったわけですか。いかにも。大尉のおかげで私の地球連邦復活作戦は順調に滑り出すであろう。あとは分かってるな。地球全体の飢餓感を煽り立てることです。違う。この深海農法の研究が復活しないようにすることだ。リバの神派がそこにいないかどうか目を光らせろ。心得ております。リバの研究室を閉鎖するつもりでいます。それだけでは生ぬるい。深海農業研究施設そのものを潰すつもりで考える。は。ところでリバの息子はどうした？ああ、父親が消えてだいぶ慌てていましたが、奴は大したことはありません。いずれ諦めて大学へ帰っていくでしょう。そうか。それならよいが、一応目だけは離すな。は、わかりました。ちょっといいかな。誰だよあんた。関係者以外立ち入り禁止なんだけどな、ここは。僕はモーリス・リバ。上の人の許可を取ってきた。父親のことで聞きたいんだ。お前の親父か。研究を放り出して女連れでこの基地から逃げ出したというのは。失礼なことを言うな。僕の父親は途中で研究を放り出すような男じゃない。それにだ、女連れというがその女は助手だ。おお、怖。俺はちらりと噂で聞いただけだ。誰がそんなことを言いふらしたんだ。それより何の用でここへ来た？俺たちに喧嘩を売りにか？いや、ついカッとなってしまってすまん。父親との交信記録を聞かせてもらいたくて。深海艇で熱水交渉へ出かけた途中、行方不明になったと聞いたもので。俺だよ。その深海艇と交信したのは。君か。聞かせてくれないか、父との交信記録を。ああ、いいと思う。震度2500、方位45度、無線部位異常なし。研究基地コントロールセンターへ。こちら深海艇シエル。まもなくエリア2の熱水交渉に接近。調査時間50分。コントロールセンター了解。無事の帰島を祈ります。まもなく震度2600、熱水交渉に接近します。深海艇応答願います。こちらはコントロールセンター。深海艇シエル。深海艇リバー博士。この後いくら呼びかけても応答なし。そこで保安課が多方面から調べて一つの結論を導き出した。それが研究に行き詰まった博士の逃亡説というわけだ。悪く思うな。調べたのが新任の保安監督主査のボア大尉というわけさ。俺たちもまさかと思ったけどな。保安監督主査。この基地の政治的監督官で、いざという時には取り調べもできるという肩書きなのさ。頼めば深海艇が消息を絶った熱水交渉まで調査艇を出してくれるかな。まず無理だね。この基地には深海艇は2隻しかない。1隻はドック入り、あとの1隻はあんたの親父と一緒にどっかへ消えてしまった。それじゃあボア隊はどうやって熱水交渉のあたりまで調べたんだ。タイは個人的に議会軍総司令部から貸与された深海潜水艇を持っている。そいつで調べたらしい。いらっしゃい。ジンジャーエールを頼む。いやー、これはリバ博士のお坊ちゃま。お父様をお探しですか？でもこのバーラウンジにはいらっしゃいませんよ。探すなら海の中だろ。やめなさいよ、からかうのは。この人のせいじゃないんだから。そんな噂を信じるのか？博士は研究熱心な男だぜ。いいからこっちを向けよ。俺も研究をほっぽり出して女と駆け落ちしてや。無礼なことを言うな。それ以上減らず口を叩くと許さないぞ。なんだと？やろうってのか。やめなさい。やめないと保安員を呼ぶわよ。出てきなさい。酔っ払いは出てってよ。誰がいてやるもんか。出てってやる、バカ野郎。さあ、あんたも帰って。僕も。そうよ。
ここにいればまた喧嘩の原因になるでしょ。さあ帰って。おでこが切れてやがる。バーラウンジで派手にやったそうだな。僕を逮捕でもするのかい？博士の研究室を閉鎖する。その部屋もいずれ立ち退きだな。ボア隊員、あんただと分かったよ。親父が研究に行き詰まり基地から逃げ出したと言いふらしていた人物は親父に何か恨みでもあるのか？私は事実を調べて述べただけだ。何が事実だ？今度のことにはきっと何かが隠されている。父さんは困難に逃げ出すような男じゃない。それじゃあ研究そのものが失敗するかもしれないっていうことじゃないか？それはないわ。なぜならあなたのお父さんは不屈の人よ。ピンチになるたびそのハードルを乗り越えてきたから。そうさ、不屈の人さ。不眠不休で飢餓から人々を救うために戦っていたんだ。そのことを証明できたら。待てよ、父さんの端末ならデータ化された学者のリストがあるかもしれない。父さんと同じように発光酵素の研究をしている者に父さんの今までの研究成果を見せ、逃げ出すほどの失敗があったかどうか判断してもらえばいい。あの男の面の皮をひんむいてやる。あった、女性の生化学者だ。シンシア・グレーブス。若いけれど生物工学の権威者らしい。まずいな、サイドガイアの住人だ。いや待てよ、いい手があるぞ。急げ、グズグズするな。今後リバ博士の研究データが人目に触れないようサーバーのリバ博士のエリアに二重三重にロックをかけろ。あ、どうした？リバ博士のエリアのパスワードが解除され、データがコピーされた上で消去されています。しまった。いつだ？10分前です。リバの息子だ。あいつしか博士のデータに用のあるやつはいない。リバの端末にアクセスしてみろ。はい。こちらの方もコピーされ、データは消去されています。小僧め。開けろモーリス、開けろ。開けないとぶち破るぞ。おや、これはボア隊員。何を泡食ったように慌てているのかな？入るぞ。さあ渡してもらおうか。何を渡せばいいんだ？とぼけるな。貴様がコピーした博士の研究データだ。知らんな、そんなもの。誰かに追い立てられ、ご覧の通り今大学へ引き上げの準備をしていたところだ。親善試合も近いしね。家探しさせてもらう。貴様がやったことは分かっているんだ。お好きにどうぞ。ボールとかバットを踏みつけないでくれよ。しかしなぜ目の色を変えるほど父の研究データがいるんだ？研究に失敗して逃げ出した男のデータに価値などないはずなのに、なぜだ？貴様の持っている端末を職務権限により押収する。フロッピーもだ。質問に答えろ。必要ない。態度のありません。グローブを踏むな。徹底的に探せ。リバ博士の研究データのすべては息子に握られたと思って間違いありません。それで押収した端末機フロッピーにそのデータが入っていたのか？いえ、何も。部屋にもそれらしきものはありませんでした。じゃあどこにあるそのデータは？奴が握っていることは間違いないのですが、どこにあるか。奴にはそれを解析する能力があるのか？いえ、とてもあるようには思えません。じゃあどうするつもりなのだリバの息子は。ともかく目を離さず見張りを続けろ。執行を待たせて悪かったな。これを返すためだ。昨日押収した端末とフロッピーだ。これで大尉と別れられると思うとせいせいする。
それはどうかな。いずれまた君とは会うことになるかもしれん。お断りだ。僕は未だに父親が逃げ出したとは思っていないんでね。人は私の性格を蛇のようだと言っている。覚えておいてくれ。人は僕の性格をマングースのようだと言っている。蛇の天敵だということを覚えておいてくれ。よーしモーリス、今日はこのくらいでいいぞ。50球投げ込めばいいだろう。飛ばしすぎんな。はい、監督。全員集合。ぐずぐずするな。いいか、お前らは今日から全地球を代表する公人となる。24時間地球人の目はもとより衛星都市の人々の目が一挙手一投足に注がれる。十分注意するように。夕方6時よりセツルメント国家議会委員長主催の壮行会が開かれる。それまでにお前ら全員シャワーを浴びとけ。暗いニュースばかりの地球にぜひとも明るい優勝のニュースを持ち帰っていただきたいと思うのであります。地球ドリームズの選手諸君の健闘を祈ります。ありがとうございました。テツルメント国家議会委員長のお言葉は全地球の代表として選ばれた優秀な地球ドリームズの選手の皆様の心に染みたことと思います。ではもう一方のゲスト、テツルメント国家議会軍司令官ガーノー総督に激励のお言葉をいただきたいと思います。地球ドリームズの選手諸君らは宇宙を一つにまとめる平和の使者であります。熱烈な平和主義者である私は。よく言うぜ。聞こえるぞ。皆様、こちらはケネディ宇宙空港であります。 CBS のジム・ホワイトです。地球ドリームズの一行を乗せたシャトルの離陸時間が迫ってきております。5年前の大戦後、離れ離れになった地球と宇宙の人々の心の交流を取り戻すために毎年行われることになった親善野球試合ユニバースシリーズ。どうやらカウントダウンに入ったようです。いよいよ試合場があるサイド4ニューマンハッタンへの出発です。優勝を祈っています、地球ドリームズ。我々はその知らせを待っています。到着便のお知らせです。太陽系標準時14時30分、定刻通り地球発シャトル303便が到着いたします。いよいよだ。宿舎のホテルの方は抜かりないだろうか。大丈夫です。部屋には盗聴器をつけてあります。それでいい。気がかりなのはあのデータだ。気を抜くな。今、地球ドリームズの選手の皆さんが到着ロビーに現れました。ボールの魔術師の異名を持つ主戦投手のモーリス・リバ、4割5分のハイアベレージを誇る4番バッターのベラ・カッカイア、歓迎の人並みにテレビカメラももみくちゃです。今晩7時よりホテルニューマンハッタンで開催される親善チーム歓迎レセプション会場から改めて中継させていただきます。よし、作戦開始だな。わかりました。ではニューマンハッタン市長の歓迎のご挨拶に続き、恒例のサイン交換会に移りたいと思います。リバさん、このグローブにサインお願いします。僕は月から来たレッドフォックスのアキラ井上です。知ってるぞ、君のことは。去年のブロックス戦で逆転の満塁サヨナラホームランを打ったろ。覚えていてくれましたか。忘れるもんか。ありがとうございます。さてと、僕もサインをねだってくるか。ちょっとすいません。
私？あら、あなたリバ投手。サインを。私に？はい。やだ、確かに私はガイアオリオンズの一員だけどマネージャーよ。地球ドリームズの一流投手が私のサインなんかもらってどうするの？いや、僕がもらうんじゃなくて、僕からもらってほしいんだ。君に僕のサイン入りボールを。手を出して。確かに渡したからね。はあ、君はサイドガイアのウィズダム大学の学生だろ？まあ後で宿舎の方へ電話をするよ。それじゃあね。クレアモントホテルですか？ガイアオリオンズのマネージャーをお願いします。さっきサインボールを渡した女だ。口説く気ですかね。死んだ親父も浮かばれないね。モーリス・リバです。さっきのボールのことだけど、返してくれなんて言ってないよ。ボールをほどいて中を改めてほしい。それだけだ。妙なことを言ってましたね。しまった、そういうことか。奴は博士の研究データをボールの中に隠したんだ。しかしなぜあの女のマネージャーに？それだ。なぜ？よし、検索だ。どうするんだよ、ボールの縫い目をほどいたりして。これリバのサイン入りボールじゃないか。このボールの中になんか入ってるらしいのよ。おっと、メモリーカードじゃないか。そこの端末取って。はいよ。ありがとう。リバ選手よ。お願いします。サイドガイアのシンシア・グレーブス博士に連絡してください。このカードの中のデータを検討し、生死不明の父を助けてもらいたいんです。誰なんだ、モーリス・リバの父親って。知らないの？地球の有名な科学者よ。わかったぞ。リバの息子の狙いが、あのマネージャーはウィズダム大学の学生だ。そしてそのウィズダム大学には生物工学が専門のシンシア・グレーブスという女の生化学者がいる。それじゃ奴は野球しか脳がないと甘く見ていたが、とんだ見当違いだ。奴の部屋に電話です。はい。そう。グレーブス博士がわざわざ明日一番のシャトル便で来てくれる。送信は？なるほどね。データ漏れをいろいろありがとう。それじゃ明日。まずいな。シンシア・グレーブスがこっちへ来るのか。となると打つ手は一つ。お待たせしました。ガーの総督、ロブ少佐参りました。少佐、非常事態が発生した。モビルスーツ2機搭載の母艦を衛星基地から発進させてもらいたい。目標は暗礁空域。攻撃目標は明朝太陽系標準時6時30分に近くを通過するサイドガイア発のシャトル便だ。よろしいのですか？暗礁に隠れ、一瞬のうちに撃破しろ。衛星基地管制室、戦闘母艦マルス、モビルスーツ2機搭載完了。管制室了解。ドッキングポートより離脱してください。離脱完了。管制室了解。発進準備に入ってください。発進準備完了。エンジン点火。エンジン点火。